タザです。本日はストラテジーとして当週の振り返りと次週以降のシナリオを私個人の解釈を持って話していきたいと思います。また今週は黒線に共通して重要なシグナルが観察されていることから、これら銘柄にフォーカスしていきたいと考えています。はじめにこちらドル円になります。ドル円は今週続落となりました。足元の相場では10月の22日週から数えて3週の組み合わせが IOI を示し、先週のこちらの割り込みから今週の続落自体は許容範囲であります。一方で今週の足がスパイクローを形成したからといっても、来週切り返しが容易に達成できるかという点については疑問を払拭できないと考えています。なぜなら全面的な円の買い戻しと長期足のスピード超過に伴う、こちらに対する急ブレーキがかかる、つまり逆回転が今後も進行されやすいことは以前の動画から申し上げてまいりました。ですから次週の戻りの参考としましては、今週のこちらの安値141円の後半、一方で上値の参考は今週高値である、そして先々週のこちらのスパイクロー安値、これすでにブレーキされているわけですから、抵抗ゾーンとしては意識されやすいでしょう。したがって次週以降のストラテジーとしましては、様子見しつつ今週のスパイクローが示すサインの真偽を追っていきたいと考えています。次にユーロ円になります。ユーロ円は今週安値更新後に陰線引けとなりました。足元の相場では、高値圏において上昇ウェッジですね、形成されており、今週の足はこれを明確に割り込みがあって引けたわけですね。ですから今週の足がスパイクローといっても、上値の回復には相応な時間を要し、またさらなる安値割り込み自体も想定しているわけになります。これら踏まえまして、次週以降の戻りの参考としましては、遡っていきますと、このスパイクローが本年の7月23日週の経線、プライスが151円の前半は GMMA の 60EMA 付近と合致されていることからも、トライがありましたら一時的であっても市場を得られやすいと見ています。一方で上値の参考としましては、こちらがですね、今週の高値が示す、119円の後半は直近最高値であることから売りが集まりやすいでしょう。ですから次週以降のポイントは続落の観察及び支持確認の有無と言えます。したがって次週以降のストラテジーとしましては、様子見はベストと考えています。最後にポンド円になります。ポンド円は今週安値更新となりました。足元の相場では先々週のこちらの経線が、陽線になるものなんですけども、ざらばに安値を捉え、その後に切り返して値幅を拡大するアウトサイドと強気のリバーサル、このサインを持って直近の最高値、この最高値をブレイクがあって、さらに先週のこちらのインサイドにつながっているわけですね。本来的にはこれら一連の動きを持ちまして上値に対するトライを想定していたわけですが、今週の全面的な円の買い戻し受けまして、ポンド円に関しても今週は大きく値を切り下げたわけです。終値はこのようにメインのサポーティングゾーンをトライ後にレンジの中に戻っていますが、今週の高値、こういったところは、当面の間回復が困難であると考えています。ですから次週以降の相場ではこのようなトライアングル型の保ち合いに対する、ブレイクされる方向次第で柔軟にストラテジーを練っていきたいと考えています。最後にまとめになります。冒頭でも述べましたように、今週は円の買い戻し、つまりクロス円銘柄に売りが集中しました。これを説明するには純粋にスピード超過、といった表現が適切であると考えています。具体的にはこちらのドル円の月足を例に見ていきますと、こちらが本年度の1月から一貫した上昇トレンドを維持されており、さらにこのようなですね、トレンド系指標、プライスが GMMA、さらにボリンジャーバンドとかなり拡散がされている、乖離がなされていることから、今後は修練、つまりですね、調整が、来るよといったことを示唆しているわけですね。ですから、こういったところで、今後も利益確定に伴う高値圏での、売り注文の集中などに対しまして続落を警戒したいわけになります。さらに材料面では以前も申し上げたように、今月12月は年末になりますから、対外企業などの実需に伴う円の買い戻しや金融政策としましては、FRB、ECB など主要中央銀行の来年度以降の利下げ予想、
さらに日本銀行に関しては、来年度におけるマイナス金利解除の織り込みが先行されているわけですね。ですから、外貨売り円買い戻しとしましては、比較的理にかなったロジックであるとも言えます。さらに今月はクリスマスに伴う欧米市場の休場があるため、上値トライはなお困難であるというふうに言えます。そして出来高減少から特に短期スパンでは仕掛け的な動きやスプレッドの拡大などが想定されるため、短期トレーダーさんはトレーディングの際は厳密なロスカットとロット管理を推奨いたします。一方で私のようにスイングトレーダーさんは新規エントリー自体は、来年度以降で OK という見方になります。時刻は12月の9日朝の7時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。